回はヘルキャットを題材にデカール自作手順を紹介していこうかと思うのだ。デカール自作？先日仮組みしたヘルキャットのデカールが黄ばみがひどいのだ。黄ばみは紫外線に当てれば薄くなるのだが、さすがに元の白さまでは戻らないのだ。なるほど、それでデカールを自作するわけね。でもデカール自作ってどうやるの？パソコンでデータ作成、パソコン用プリンタで印刷するのだ。意外と簡単そうね。何か難しいことはあるのかしら？ズバリ白なのだ。白？一般的なインクジェットプリンタは白印刷ができないのだ。確かに白インクってないですものね。そうなのだ。紙の色が白となるのだ。そうなるとデカール自作で白を使いたい場合はどうするの？デカール用紙が2種類あるのだ。2種類？ホワイトデカール用紙と透明デカール用紙の2種類なのだ。なるほど、白を使いたい場合はホワイトデカール用紙を使うのね。でも本来透明にしたい部分も白になりますよね。そこはカットするしかないのだが、形状によっては難しい場合もあるのだ。透明デカール用紙を使う場合は白は使えないけど大まかなカットで大丈夫なのね。問題は他にもあるのだ。下地と装飾によっては赤や黄色なども色が乗らないのだ。そうなってくるとどちらも一長一短ですね。そこで今回は古の名機 MD5500 を使ったデカール自作を紹介するのだ。 MD5500？ 詳しくは辞書で説明するのだ。まずは MD5500 の紹介からなのだ。はいはい。 MD5500 はアルクス電機が1999年に発売したマイクロドライプリンタなのだ。1999年マイクロドライプリンタ？これまた古い話なのだが、ワープロ専用機のようなドライインクリボンカセットを使った熱転写プリンターなのだ。ちなみに MD5500 の特徴はこんな感じなのだ。インクのにじみがない、耐水性、耐光性に優れている、印刷用紙を選ばない、メタリックや白などの特色印刷、ページ合成機能。いろいろとありますね。いろいろとあるのだが、特色印刷とページ合成機能が MD5500 の最大の特徴となるのだ。ページ合成機能？一般的なプリンターは印刷した紙を排出していくのだが、ページ合成機能を使うと印刷後に排出せずに印刷スタート位置まで紙を戻すのだ。つまりどういうことでしょうか？最初に白だけ印刷して、その上にのせたい色を重ねて印刷できるのだ。それはすごいですね。赤や黄色を印刷する前に下地として白を印刷するのですね。そうなのだ。次に動作環境に関してなのだ。はいはい。 MD5500 は2010年をもって販売が終了しているのだ。なるほど、今は中古整備品などを取り扱う専門ショップやネットオークションなどで手に入れるのね。そうなのだ。もともとは1999年に販売された商品なので、最新の Windows 11や MacOS などで動く公式ドライバーは提供されてないのだ。どうすればいいのでしょうか？昔の PC 環境を準備するか、専門ショップが開発した Windows 重対応ドライバーを使うかなのだ。今回は昔の環境を準備する方法を紹介するのだ。はいはい。 Windows で言うと Windows 95、Windows 98、Windows 2000、Windows Me、Windows XP までが正式対応なのだ。Mac の場合は MacOS7.61 から 9.22 まで、OS10 だと 10.1 から 10.4 までが対応となるのだ。懐かしいラインナップですね。ウク主はインテル Mac にデスクトップ仮想化ソフトのパラレルデスクトップを入れて Windows XP 環境を準備しているのだ。当然昔の PC につないでもいいわけね。そうなのだ。32ビット版の Windows であれば BIS 対抗でも認識する可能性があるらしいのだ。 Windows 10や11でも VMware やバーチャル PC などの仮想化ソフトを使って仮想 QoS 環境を準備する方法もあるのだ。次は印刷データ作成手順なのだ。はいはい。まずは印刷データを作るのだが、必要となるのはスキャナーなのだ。スキャナー、最近はプリンタと複合していますね。そうなのだ。作りたいデカールをスキャンしてパソコンに取り込むのだ。設定とかあるのですか？ウプ主のやり方だが 600dpi で取り込んでいるのだ。なるほど。で、取り込んだ画像を画像処理ソフトで読み込んでトレースしてデザイン成形をしていくのだ。この時ページ合成のことを考えて白とそれ以外でレイヤー分けしておくと良いのだ。フリーウェアだと GIMP などが有名ですね。
ファイル形式は何がいいのでしょうか？レイヤー構造 600dpi の解像度を維持できるファイル形式。まあ TSD 形式が一般的だと思うのだ。ただ最新環境で作成したデータは古い環境で正しく表示されない可能性もあるので、昔の環境に合わせたデータ作りをした方がいいのだ。例えば図形やフィルタ効果をラスタライズして全てビットマップ画像にするなど、シンプルなレイヤー構造とした方がいいのだ。なるほど。では実際に印刷していくのだ。はいはい。印刷は MD5500 を接続した環境で行うので、作成したデータを移動させるのだ。MD5500 に接続した環境は17年以上前の環境となりますから、まずは作成したファイルを開いて印刷できるソフトを準備しないといけませんね。そうなのだ。GIMP 派 Windows 7以降からのサポートなので使えないのだ。昔の雑誌の付録などで旧バージョンが入ってるかも。他にはオークションなどで昔の画像処理ソフトを購入するなどかしら。ウプ主は昔のスキャナーについていた Photoshop Elements を使ってるみたいね。作成したデータを順番に印刷していくのだ。この時にレイヤー機能があると便利なのだ。なるほど。順番で言うと、まずは白を印刷して下地を作り、その上からその他の色を重ね印刷するのだ。まずは白の印刷設定、ページ合成を忘れずになのだ。次にその他の色、この後透明インクで保護するので、ここもページ合成を忘れずになのだ。最後に透明インクを印刷して終了なのだ。白が下地なので赤や青も発色してますね。 MD5500 で印刷した面はすれに弱いので、印刷後は透明インクを印刷して保護した方がいいのだ。多分クリアを吹いても同様の効果が得られると思うのだ。なるほど。最後に貼り付けとまとめなのだ。はいはい。自作デカールとキットに付属するデカールの一番の違いは余白なのだ。自作デカールは印刷した形に合わせて透明余白をカットする必要があるのね。その名のだ。それ以外はキットに付属するデカールと扱いは一緒。軟化剤も効くので問題なしなのだ。あ、貼れましたね。乾いたらクリアを吹く感じですね。これで黄ばんだデカールから黄ばみなしのデカールに置き換えられましたね。ちょっと半ずれしてるのだ。MD プリンター特有の横線も出ているのだ。全部作り直すというか、失敗した部分のみとかの対応で使った方が良いかもですね。そうなのだ。ウプ主のはメンテナンスに出した方が良いかもなのだ。今回は使用した機材もソフトウェアも古く、導入ハードルも高いのだが、中古キットを買うことが多いウプ主にとっては手放せないプリンターなのだ。白印刷はこの他にもレーザープリンターやテプラを使った方法もあるので調べてみると良いかもなのだ。 MD5500 はゾウのロケットさんでインクも含めて販売中ですね。興味がある人は検索してみるといいかもですね。デカール専用のマイクロドライプリンターを開発してくれるメーカーが現れてくれると一番嬉しいですけどね。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。